はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。皆さん、お風呂入った後の髪の毛は乾かしますよね。その時に必要なのが、そうです、ドライヤーです。でも今日は風呂上がりのドライヤーではなく、食材に使う方、フードドライヤーをご紹介します。それでは早速やっていきましょう。ドライヤーは遡ること19世紀の終わり、フランスで誕生し、製品化されたのは1906年のドイツと言われているそうです。最初はモーターがでかくてとても人が持てるようなものではなく、このように備え付けの楽器のような感じだったそうです。その後開発が進み、日本では1937年に当時の松下電器、今でいうパナソニックがホームドライヤーを発売。まだ値段が高く業務用として使われていましたが、1950年を過ぎる頃にようやく一般家庭にも普及し始めたそうです。毎回お風呂上がりに手で持ってドライヤーをかける時に思うのですが、こんなのあったらいいなシリーズで寝ている時髪洗ってくれて乾かしてくれる機会できませんかね。ちなみに自分は髪が長いのですが、これはインディアンは髪が長く、髪が長いことで第六感が働いていたという話を聞いて伸ばしました。日本の侍も髪が長かったですよね。と普通のドライヤーはさておき、今日はそっちではなくフードのドライヤーです。これは食材を40度から70度の熱風で食材を乾燥させて水分を飛ばす調理家電です。ドライフルーツだったりビーフジャーキー、花なんかも乾燥させてお茶にして飲んだり、ペットにあげる餌もこれで作れば無添加の餌があげられたりします。他にも鮭やホタテなどに使えばおつまみもできます。いろいろ用途はあるのですが、今回はニンニク、生姜、玉ねぎをこのフードドライヤーを使って乾燥させてパウダーを作っていきます。まずはニンニク、生姜を薄くカット、玉ねぎもスライスしていきます。カットした食材をそれぞれ付属の容器に並べていきます。ニンニクは細かすぎて容器からすり抜けてしまうので、クッキングペーパーを敷いた上に並べ直しました。これを重ねてセットして蓋をして、あとは温度を決めてスイッチを押すだけです。一旦6時間待ちましょう。6時間経ったので中を見てみます。下から熱風が出るので、下の段にあった生姜がすでにいい感じになっています。生姜だけ一旦バットに取り出しておきます。残ったニンニクと玉ねぎはさらに乾燥させます。その間に乾燥した生姜をコーヒーミルにかけて細かくしておきます。これでジンジャーパウダーの完成です。ニンニクと玉ねぎも時間になったので取り出して同じようにコーヒーミルにかけてパウダーにします。すべての食材を 300g でやったのですが、生姜 23g、玉ねぎ 30g、ニンニクは 106g でした。生姜で言うと、生姜自体が300円以下くらいで 23g できました。ギャバンのジンジャーパウダーが 60g、ネットで見ると886円。自分でパウダー作った方が若干安いかもしれませんが、手間暇考えると微妙かもしれません。左からジンジャーパウダー、オニオンパウダー、ガーリックパウダーです。全部一気にドライヤーをしましたが、その食材によって大きさだったり水分が多く含んでたり、段の高さだったり乾燥具合が均一にならないので、そこは本当の髪の毛と一緒で長さや量によってドライヤーの時間を調節する必要がありそうです。この中だったら一番玉ねぎがまだ水分を多く含んでいるので、触った感じもっと飛ばしても良かったですね。一番パウダーっぽいのはふわっと舞うような感じがあるのでガーリックですね。味見をしてみます。まずは生姜。生姜です。料理に合わせやすそうですね。ピリッとした辛さがあります。オニオンパウダーは玉ねぎの甘みが結構残っています。フライドオニオンとかだと香ばしさがありますが、これは甘みと香りが強いです。ガーリックパウダーはうまい。後からニンニクの辛みが効いてきますが、これも料理に使いやすそうです。今回はこのフードドライヤーで作ったパウダーでフライドチキンを作ります。ボウルに塩、ブラックペッパー、パプリカパウダー、オニオンパウダー、ガーリックパウダー、ジンジャーパウダー、タイム、オレガノ、唐辛子を混ぜ合わせます。そこに卵と牛乳を入れてかき混ぜます。そこに鶏もも肉を投入し漬け込みます。バットに小麦粉、片栗粉、先ほどのスパイスを混ぜ合わせ、1時間漬けておいたお肉にまんべんなくまぶしていきます。油に投入し、衣がいい感じに色が変われば取り出して完成です。これ
これでいいんだよな。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はソソロのティーボトルジャスミンティーを飲んでみます。これはインドネシアでお茶といえばこのジャスミンティーでよく飲まれているそうです。なんといってもこのボトルのデザインが独特のタッチというか、日本ではあまり見かけない絵の雰囲気ですね。色も自分が知っているジャスミンティーの色ではなく、午後の紅茶のストレートティーのような麦茶のような色をしています。甘いです。甘いは甘いのですが、くどさはそこまでなく、ストレートティーを飲んでいる感じです。日本だとジャスミンティーといえば甘くないものが主流ですが、インドネシアではどんなお茶でも砂糖を入れるのが主流だそうです。それでは自分で作ったパウダーを使ったフライドチキンいただきます。これはいいです。自分で言うのもなんですが、衣の色も食感も完璧な揚げ具合です。漬け込むスパイスを何種類も使うことによってお肉の味わいに深みが出ています。しかもその中のスパイスを3つも手作りしてると思うと余計に美味しく感じちゃいます。フードドライヤーがあれば他にも色々な調味料やスパイスを作ることができそうです。乾燥することで変化する食材を見るのも楽しいですね。新たな好奇心が湧いてきてます。久しぶりにビーフジャーキーでも作りますかね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。フードドライヤーいかがでしたか？使用用途がまだまだありそうなので、また使ってみます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。